高市さんの首相は2年間限定で食料品の消費税率をゼロにするということですが、実験ですか？実際消費者からしたら恩恵あると思いますか？2年過ぎたらどうなるのか。僕、減税自体はやれるんならやってみたらどうですか派なんですよ。減税は賛成派なんですよ。ただ、減税をやった分、どこか支出を減らさなきゃいけないですよね。減税はするんだけど、支出も減らしません。新規国債を増やしますってやると、円の価値が下がって円安コースになってしまうんですよ。社会保障改革をして、支出を減らした分を消費税の税率を下げるのに使うというのであれば、僕は全然賛成です。なので、消費税率を下げるということ自体に関していくと、僕は税率を下げるというのは、もともとやれるように軽減税率作ったわけでしたし、レジの問題どうこうは置いといて、やれるんだったらやればって思うんですけど、でも言ってるだけでやんないと思いますけどね。消費税減税しないと思いますが、それは高市さんだからなのか、自民党だからなのか、他の政権でもできないですか？結局自民党独裁になったらやっぱりやらないと思うので、減税ということは政府の予算を減らすんですよ。でも政府の予算を減らすということは、国会議員の扱える金額を減らすということなんですよ。お金を配るというのが権力なので、お金を配るという権力を減らすというのは、やっぱり国会議員はやりたがらないということなんだと思うんですよね。日本の財政について機会です。国際地方債残高が1200兆円超え、財政再建を待ったなしだと地方派で浮きます。他方、外貨準備預金、外貨債券建て債券が国債等の残高以上になるので、財政は大丈夫だとネットでは来ます。財政再建待ったなしなのでしょうか？それとも減税や景気対策を打つ余裕があるのでしょうか？どっちとお考えですか？財政再建をした方がいいけれども、今はするべきではないというのが僕の立場なんですよね。ややこしいので、ちょっと細かく説明をすると、財政が悪い、債券がやたらにいっぱいある状態で、債券を払い続けるというだけで、国家予算が結構使われてしまうというのが、今の日本なんですよ。日本で税金で払ってますっていう税金が、道路だったり、医療費だったり、防衛費だったりに使われている部分の他に、過去の借金の利払いというのが結構あるんですよ。地方も過去の借金の利払いをし続けてるというのが結構あるので、過去の借金のひたすら利払いをしなきゃいけないより、借金の元本を減らした方が効率いいよね。これは正しいです。ただ、元本を減らすのを今やるべきなのかという問題なんですよ。景気がいい時に多少税金多く取っても、それなりに回るよねなんですけど、景気が悪い時に借金返そうとすると、税金高くするとか、税金を多く取ることになるんですよ。今景気がいいのか悪いのか。人によって結構言ってること違うんですけど、僕は今景気が悪いという認識です。で、この僕はというのは、日本人の多数派にとってという意味です。株を変えてる人は結構景気いいんですよ。日本で金融資産で100万円以上ある人が、確か20%ぐらいいるのかな。なので20%ぐらいの人は株を買ってるので、株価が上がることによって、手元のお金が増えたりというのがあったりするので、今その企業が最高益出してるよねとか、アメリカに投資してると円安でめちゃめちゃ増えてるよねとかで、景気いいよね。で、大企業とかも売り上げが上がってるから景気がいいよね。なので大企業で働いてる人、大企業で働いてる人みんな株持ってる人なんだけど、株持れてるぐらいお金持ってる人なんだけど、お金持ちの人っていうのは今はすごく景気がいいです。で、残りの8割の人たちは実質賃金下がり続けてるんですよ。給料の額面上は上がってるかもしれないけど、物の価格というのがインフレで上がってるので、結果として物が買える量というのは少ないままです。っていう実質賃金はずっと下がってるんですよ。で、物価も上がってるので、物の買える量少ないよねというのが庶民の8割。正確に言うとね、僕は庶民の4割ぐらいだと思ってて、残りは生活保護と年金の人たち。これが3割日本人いるんですけど、なのでそこの3割の年金生活保護の人たちは、年金とか生活保護の額は変わってないけど、物価は上がってると。で、庶民、その中小企業とかだったり人たちっていうのは、賃金の上昇よりも物価の上昇が高く生活が厳しいです。なので7割から8割ぐらいの人にとっては、景気が悪いなんですよ。で、景気が悪い状態で税金を上げて、地方債とか国債というのを減らしていこうってなると、庶民はもっと苦しくなります。例えばじゃあ財政支出を減らす。政府とか地方の自治体とかが福祉のお金をいっぱい使ってるのを減らしたら、それはじゃあ支出が減るから債券も減るよねってなるんですけど、それをもらってた側の弱者の人たちは、もらう額も減るから、もっと生活きつくなるんですよ。っていうのもあったりするので、長期的には債券はちゃんと返済して、利回り負担というのを減らすべきだと思うんですけど、今やるべきではないっていうのが僕の割とずっと言ってることで、消費税賛成か反対かっていうのも僕同じで、長期的には僕消費税賛成なんですよ。所得税とかってやっぱいくらでも脱税できちゃうんですよね。商売やってる人とかって売り上げをカウントしないとかっていくらでもできるので、法人税とか所得税って払わないは可能なんですけど、消費税をちょろまかすってめちゃくちゃ難しいんですよ。物買うときに、俺消費税払いたくないから払わねえわって言ったら、じゃあ売りませんって言われるだけじゃないですか。所得税とか法人税とかって、真面目に商売してる人は税金払うんですけど、犯罪者って所得税も法人税払わなくて済むんですよ。納税してないからね。でも、
犯罪者でも所得税は払わないけど、消費税は払わざるを得ないんですよ。だって物買うときに消費税払わないと買えないからね。なので、反社とか外国人とか税金を払わない人たちがいっぱいお金を持っている状態であれば、消費税を高くすることによって、反社や外国人からちゃんとお金を取って、真面目に働いてる人たちからもそれなりに取るんだけど、っていう形の方がむしろ平等に近いよね。取りっぱぐれないよねっていうのがあるので、なので僕は消費税は賛成なんですよ。ただ、今上げるべきじゃないよねっていう話。今景気が悪いから、今消費税を 10%、15% にしましたってなると、手取りが少ない人はもう買える量が減っちゃうので、もっと苦しくなるよねってなるので、消費税は今は上げるべきじゃないし、下げれるんだったら下げた方が良い。ただ、長期的には消費税は正しい。っていう話をすると、頭の悪い人は、ひろゆきは消費税に賛成なんだとか、増税に賛成なんだとか言い出すから、頭の悪い人に物事を説明するのは大変だなと思うんですよね。もう一つね、僕がね、ちょっと厄介だなと思うんですけどね、これなんですよね。食品の消費税。食品だけはゼロに。これね、一般的な人もね、結構ね、騙されやすいんですよ。軽減税率っていうのが導入されたんですけど、じゃあ、どこまでが食品なのかという決める権限を政治家が持つんですよ。食品は安くしましょう。じゃあ、1万円のマンゴーは食品ですか？普通に考えたら、1万円もマンゴーに払うやつは、それは減税すべきじゃないよねってなるわけじゃないですか。じゃあ、5000円のマンゴーはどうなのとか、外国から仕入れためちゃめちゃ高いフルーツで10万円します。それはどうなのとかってなっちゃうんですよ。じゃあ、それを政治家が決めるってなると、政治家に献金いっぱいすると、それが減税になるんですよ。なので、政治家が減税範囲を決める。官僚が減税範囲を決めるってなると、政治家に献金した方がいいよね。官僚の言いなりになった方がいいよねっていう形になって、そこの物事を決めるという政治コストがかかって、その政治コストのためにお金が必要になるんですよ。なので結果として政治家がウハウハになるんですよ。政治家とか官僚って、なるべくそういう自分たちが決める利権権限というのを作りたくなるんですよ。例えばじゃあ、新聞は今 8% の軽減税率なんですけど、じゃあ今度また税率上がるっていう時に、新聞上げてほしくないんだったら、俺たちのこと悪く書くなよっていうのを新聞とかテレビに言うんですよ。でそうしたら、税金上げられたくないから、自民党の悪口はテレビとか新聞はやらなくなるじゃないですか。自民党とか政治が裏金とかって言ってますけど、あれもじゃあ軽減税率って話になると、じゃあちょっと裏金のこと流すのやめようかってなっちゃうんですよね。っていうのがあるので、政府や政治家というのになるべく権限を持たせるべきではないというのが僕は割と考えているので、軽減税率って必ず利権の温床になるので、僕はそういうのを作るべきではないんじゃないかなと思ってます。品目ごとに税率を分けるとかやると、その品目を誰が決めるのかっていう大きな権限が生まれちゃうんですよね。それで何千億円っていう額が変わってしまったりするので、何千億金が何十億円ぐらい変わるんだったら、1億円ぐらいは自民党に統一した方がいいよねみたいなことになっちゃったりするので、どちらかというと僕は今は減税した方がいいけど消費税は大事だよね。でも軽減税率っていうのは政治家の権限を増やすだけだから良くないよねっていう話です。軽い気持ちで消費税爆上げして再分配してほしいとつぶやいたら、まあまあな勢いで怒られて怖かった。実際消費税を上げるのと下げるのどっちがいいですかね。これが本当に実現するのであれば、僕は消費税を上げた方が良いという派閥です。よく誤解をされるので長く説明するんですけど、フランスだと食料品が 8% で、それ以外が 20% ぐらいだと思うんですけど、税金が。僕、消費税が高いということは、そこまで問題ではないと思ってるんですよ。なぜなら、もともと収入が少ない人には補助金バンバン出すんですよ、フランスは。そもそも税金高いよね。でも収入が低いんだったら補助金やりますよ。お金持ちは高い税金払ってくださいね。っていう形で、お金を持ってる人が税金いっぱい払うべきだよね。お金が足りない人は補助金でそれが買えるようにするというので平等にするという、金持ちから取り弱者にちゃんと補助金を出すっていうためには税率が高くないとできないんですよ。例えばじゃあ消費税 0% にしました。お金持ちを終えること。でもそこで弱者に配るお金がなくなっちゃうんですよ。弱者も消費税ゼロだから負担は減ったよね。でも本来じゃあ月の収入が3万円ですっていう人だったらもう生活できないんですよ。月の収入が3万円だったら生活保護を取ってじゃあ12万円ぐらい上げますよっていうのであればじゃあ10万円で暮らせるよね。弱者を暮らせるんですよ10万円で。でもそこの原資というのを消費税でやりますっていうのであれば消費税をゼロにしてしまうとそこの弱者に対してお金を払うができなくなってしまうと。なので消費税を高くすることによって金持ちからバンバン取って弱者に使うっていう。僕消費税をなんで高くした方がいいかっていうと反社って所得税払わないんですよ。反社とかヤクザとか半グレとか日本中にいっぱいいると思うんですけどあの人たち所得税1円も払わないんですよ。統合さんとか自営業の人って税金ちょろまかしやすいよね問題とか農家の人とかも税金ちょろまかしやすいよね問題っていうのがあってサラリーマンの人ってほぼ 100% 収入が補足されるんですよ。
会社で給与明細があって、その給与明細が出てる以上、そこに税金かけるってなるので、会社員が税金ちょろまかす、所得税ちょろまかすはまずできないんですけど、でも自営業で飲食店ですとかだったら、現金で払うお客さんがいたら、そのお客さんをいないことにできるんですよ。1000円でラーメン食いました。1000円札置いて出てっちゃったお客さんがいたとして、その1000円の売り上げをなかったことにしちゃう。そんなお客さん来てませんよ。っていうのにしちゃうと、その1000円丸々懐にいても分かんないんですよ。っていう形で、売り上げをちょろまかすっていうのが自営業は結構できるので、農家とか。そもそも穀物どれぐらい取れたかもわかんないし、これ不良品だから家で食ってますとか、売る用じゃなくて家で食う用で作ったやつですとか、もうラインが曖昧なんで、そもそも所得税の補足が難しいよねっていうのがあって、あと反社とかオレオレ詐欺とかの人が税金申告して払うわけないじゃないですか。なので、ちゃんとお金を持ってる人がお金を使うんだったらそっから取りましょう。っていうので、取りっぱぐれがないんですよ、消費税って。消費税を取らないで物を売るっていうおかしな商店があれば別なんですけど、基本的に商店って物を売るときに消費税必ずお客さんも取るじゃないですか。それが反社の人だったとしても消費税取るので、なので取りっぱぐれがなくて、ある種公正な税金としては僕は消費税は公正だと思ってるので、消費税の利率というのを高くして弱者に返すっていうのをやった方がいいんですが、仮に今の日本で消費税率を上げたとして弱者に対する金額は増えません。そういう国です。構造論としては消費税を上げて弱者に対して回すっていうので平等な社会にした方がいいんですけど、日本の場合は税金高くして還元しないで政治家がどっかにないないしちゃうっていう国なんで、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。